はい、こんにちは、ポティです。今日はですね、中級のドラゴンタワーのビショップでのね、立ち回りについてご紹介していこうと思います。今日はですね、きょうさん、ドヤポンさん、エールさんのこの3人にお手伝いしていただいて、その回りながらちょっと説明していくというような感じで進めていこうと思います。まずですね、ビショップの方がですね、最初に何をするかと言いますと、バフをね、皆さんに付与するというところで、一番強力なバフであるバイタルガードをね、付与していきます。で、入り口よりもできればこう敵の近くとかでね、やってあげる方が、周回のスピード的にも、皆さんありがたいので、近づいて使ってあげるといいです。で、次にですね、盾役の方に、プロテクションだったり、慈悲の心、だったりを、上げることで、カウンターの威力を上げてあげるということをしていきますね。で、そこからはですね、全体攻撃あるんで、そこだけ注意しながら、盾役の方にヒールをかけていくというような感じで戦っていきます。今回、火力のお二人、火力がすごい高いんで、結構早めに倒せちゃうんですけど、持久戦になっても大丈夫なように、範囲攻撃とか自分は当たらないようにして、HP が減ってきたらヒールをかけてあげるというのが、基本の戦い方になります。じゃあ次が2階になりますね。2階はですね、両サイドにちっちゃいゲシュタと大きいデシュタを倒していきます。端っこのちっちゃいのから順番にね、倒していくパターンもありますし、ガーディアンさんだったらこんな風に真ん中に行ってね、もう3体ともターゲットって、カウンターしつつ敵のヘイトを稼いでくださるんで、基本的にビショップは、ガデさんにひっついていって、全体攻撃はかわしながら、ガデさんの HP を管理するというような感じになっていきますね。で、ドレインフォローがですね、全体攻撃がですね、なんちゃらかんちゃらっていう全体攻撃があるんで、それだけダメージがクリティカルで1100ぐらい食らっちゃうんで、HP に自信のない方とかは、できるだけ避けた方がいいです。中級の2回以上って範囲攻撃来るなと思ったら、すぐパッて離れれば避けれるぐらいの速度で範囲攻撃打ってくるんで、よくね、その相手を観察して、盾さんの HP もよく見ながら、戦っていくというのが、これですね、この成功破棄がですね、飛んでくる場合はですね、はい、しっかり避けましょうということでですね、めっちゃ被弾してますね。HP に自信のある美女さんだったら、今みたいに食らいながら、ワイドヒールとかかけてあげて、狩りのペースを落とさずに戦うというような方法もありますし、魔食の方は皆さん避けて、ガーディアンの方がターゲット取ってくれるんで、そのガデの方のヒールを後でするみたいな感じでやっていきます。で、ちょっと避けるのおろそかになっちゃったんですけど、本来は、成功破棄みたいな、技が来たと思ったら、もうすぐ避けたらね、全然避けれる時間なんでね、スキルとかもキャンセルして逃げるのがいいと思います。でですね、次がカーズフレーム3体ですね。強さはどれも多分一緒なんですけど、注意しないといけないのが、範囲攻撃が2種類ありまして、フレームアーツみたいなやつと、静かな風みたいなやつがあるんですけど、特にちょっと嫌なのが、その静かな風のスキルがですね、沈黙状態になっちゃって、スキルが打てなくなる。これですね。この静かな風が、これを受けると、スキルが打てなくなる。この強さのこの状態ですね。こうなると、スキルが打てなくなっちゃうんで、ビショップの方はしっかり避けないと、回復がね、途中で止まっちゃったりするんで、絶対に避けるようにしてください。あと、もう一つのそのフレームアーツみたいなやつが、1100ぐらい食らっちゃうんで、はい、来た場合はしっかり避けてください。犬さんの時に話せなかったんですけど、範囲攻撃がですね、結構素早い。威力はそんなに700ぐらいで済むんですけど、すごい速度で飛んでくるんで、多分避けれないんで、HP700 とかない美女さんだったら、基本離れておくぐらいの方がいいかなと思います。それとか自分にね、この泡とかを使ってね、物理攻撃軽減するとかですね。で、泡についてちょっと、犬さんも、この骸骨さんも、物理攻撃なんで、スキル来るなと思ったら、こうやって泡をね、クレリックの継承レベル4ぐらいで取れる泡とかを盾役の方にかけといてあげると、かなり物理ダメージ減らせれるんで、余裕があればそういうのをかけて避けるとかをしてあげると、回復する頻度も少なくて済むかなという感じですね。他のね、継承スキルなんですけど、クレリックレベル15で取れるこのサイレンス、今ね、沈黙状態的になってると思うんですけど、これ私のサイレンスなんですね。ですね、このサイレンスかけると、相手がスキルね、30秒間打てなくなるんで、これがかかれば本当に結構回復する必要もなくなってくるんで、はい。取っとくとだいぶタワーはね、楽になるかなと思います。あと、先ほどご紹介した、その下側にあるアワーですね。右下の
泡を、守護の泡使えば、物理ダメージを激減させれます。で、もう一個が、慈悲の光、慈悲の心っていうやつで、レベル10ぐらいで取れる、これもクレリックなんですけど、これで、防御が 10% ぐらい上がるんで、結構全体的にね、耐久力上げれるかなということで、この3つを採用しております。で、この、骸骨さんがさっき全力全開ってスキル言ってたんですけど、あれがその唯一の範囲攻撃でして、で、めっちゃ食らうんですよ。1500ぐらい食らっちゃうんで、あれはもう全部、範囲攻撃が全部避けないといけないんですけど、全力全開は本当にできるだけ避けてください。でも、だいぶね、発動まで時間があるので、もう本当に見えたら、もうみんな避難していくという感じですね。抜刀居合2戦みたいなやつも単体攻撃なんですけど結構威力が高いんで、盾役さんにかけてあげると結構安定するかなと思います。でですね、そうこう言ってるうちに、最後の竜に来ましたよということでですね、竜に入る前に、やっぱりバフは結構ね、確認し直してください。まずはバフをかけて、その上で死なないように立ち回って、盾役さんを回復させるという流れがあるんで、そろそろバイタルガードかけ直さないとなみたいな感じになりますね。戦闘中でスキルを受けれないかもみたいな方は、もう最初にかけさせてくださいみたいな言っといた方がいいですね。竜がですね、結構初動のスキルが、範囲が見えないとか、スキル名が見えないとかいうことがありまして、最初にめっちゃ近づいてしまうと、めっちゃ強いスキル打たれてて、範囲攻撃めっちゃ巻き込まれてしまうみたいなことがあるんで、そこ注意してください。で、この土砂崩れですね。このスキルはですね、結構範囲も広くて、威力も、クリティカルで1300ぐらい出ますし、先ほどちらっと見えた地震という技なんですけど、あれがですね、威力2000ぐらい出る範囲攻撃なんで、エリアは狭いんですけど、全力で避けましょう。で、今ちょっと土砂崩れ避けなかったんですけど、HP がね、1400くらい超えてる方はね、避けなくてもいいですし、で、避けなかったら避けなかったで、土砂崩れが消滅してすぐにワイドヒールがかかるように、先に詠唱しとくとかすると、だいぶ回復を回しやすくなるんで、先にかけとくというのは結構大事ですね。これちょっと先にかけれてないんですけど。で、この竜もね、戦い方いろいろあるんですけど、最初にちっちゃい竜を倒していくみたいな感じで、その間に盾さんのターゲットを安定させてから、みんなで竜を叩くみたいなありますし、今回みたいにもう最初から竜に突っ込んでいって、後ろからスキルね、連発して叩きつつ、もうターゲットは安定してる感じで。結構ですね、竜がターゲット安定しなくて例えばウィザードさんの方に流れていったりすると、地震のね、範囲が動いてきたりして、避けれると思ってたところに地震のエリアが来ちゃって、で、美女さんやられちゃったりとか、一気に2人やられたりとかいうことがあり得るんで、ターゲットを安定させるためにも、火力高い人、ターゲット取られるんで、その場合はガデさんに身代わりかけてもらうとか、そういうことしてると、ウィザードさんにターゲットが安定したまんま、回復させてあげるのはそのガデさんだけでいいという風になるんで、そういう風な、パーティー間でのやりとり、竜のターゲット結構ウィザードに向くなと思ったら、そういうこともした方がいいですし、もう本当にガレさんにずっと安定してるんでしたら、もうガレさんにヒーローをかけ続けるっていう風にシンプルなのもありますし、結構ね、パーティーの中でね、いろいろ戦略とか練らないと、ステータス見たら絶対勝てるやんみたいな編成でも意外と噛み合わなかったりして、やられてね、しまうことがね、あるんで、もうそれだけね、しっかりね、パーティー間でお伝えし合って組んでるとより安定するかなと思います。やっぱ集中力ね、落ちてきてミスとかも発生してきちゃうんですけども、ビショップは本当にミスしないようにしないと本当にパーティーの崩壊につながっちゃうんで、もう範囲攻撃はちょっとね、集中切れてきても絶対避けるというのを意識してほしいですし、あとはですね、バフですね。バフを特にバイタルガードは本当に切らさないようにした方がいいです。結構バイタルガード込みで HP1300 とか1500超えてますよみたいなこととかね、結構おられるんで、バイタルは基本的に絶対切らさないっていうのと、敵の範囲攻撃を受けつつ、盾役の方の HP を回復していく。全体がね、範囲攻撃とかで受けてしまったら範囲回復とかで回復させるというのが、ビショップのね、メインの立ち回りになるかなと思います。はい。ということでですね、ここまでご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、そのビショップの立ち回りということでですね、全体にバフをまずかける。バイタルガードは特に切らさない。で、2つ目に範囲攻撃を必ず避けることですね。最後に回復です。で、その3つを押さえておけば、ある程度ビショップとしての立ち回りとしてはいけるかな。
で、継承スキルとかもね、クレリックからアワだったり、サイレンスとかを取ってると、より安定した精神ビショップになるんじゃないかなと思います。この動画がええなと思った方は、高評価やチャンネル登録をしていただけるとめっちゃ励みになるんで、よかったらお願いします。ほいじゃあまた次の動画で、またねー、バイバーイ。